カエサルが終身独裁官に就任した経緯。イントロダクション。古代ローマの歴史を語る上で、欠かせない存在であるガイウス・ユリウス・カエサル。彼の生涯は数々の戦争と政治的な動きによって彩られ、その中でも特に注目されるのが彼が終身独裁官に就任した経緯です。カエサルがどのようにして終身独裁官の地位を獲得し、その地位を利用して何を達成しようとしたのか、その全貌を探るためには、彼の人生とその時代背景を理解する必要があります。カエサルの経歴。まずカエサルってどんな人だったのだ？カエサルは古代ローマの軍人であり政治家よ。彼はガリア戦争を勝利に導いたのをはじめとする数々の戦争で名を馳せたの。特にガリア戦争ではローマの領土を大きく拡大したの。ガリア戦争はカエサルがローマの将軍として初めて独立した指導力を発揮した場でもあるの。それから彼の政治活動によってローマは共和制から帝政へと移行したのよ。でもなんで彼はそんなに有名なのだ？彼の功績は本当に多大で、その多くがローマの歴史に大きな影響を与えたからよ。彼の軍事的な成功はローマを強大な帝国へと変貌させて、彼の政治的な動きはローマの社会制度そのものを変えたの。それから彼の名前自体が皇帝を意味する言葉になったことからも、彼の影響力の大きさが伺えるわよ。終身独裁官への道。でもどうして終身独裁官になったのだ？カエサルが終身独裁官になったのはローマ内戦の結果よ。彼はこの内戦で勝利を収めてローマの支配権を手に入れたの。ただ彼はただの独裁者とは違って自身の政策を通すために終身独裁官の地位を得たの。彼はローマの統治者として市民の生活を改善して帝国の安定化を図ろうとしたのよ。ローマ内戦って何があったのだ？ローマ内戦はカエサルとその政敵ポンペイウスが争った一連の戦争よ。この戦争でカエサルが勝利してローマの統治者になったの。ポンペイウスは共和制を維持しようとしたんだけど。独裁官就任後の動き。それで終身独裁官になった後はどうしたのだ？終身独裁官に就任したカエサルはローマの改革に力を注いの。彼は都市の整備やコインの開拓、市民権の拡大とかローマ帝国の基盤を作り上げたの。彼の改革はローマ市民の生活を大きく改善して帝国全体の経済発展に大いに寄与したのよ。それってどういうことなのだ？つまりカエサルはローマの社会制度を根本から変えたの。彼の改革によってローマ帝国は一層強力な存在になって、彼が築き上げた社会制度とインフラは後の皇帝たちが引き継いでさらに発展させていったのよ。まとめ。カエサルの終身独裁官就任の経緯は、戦争と政治の中で彼がどのように力を築き上げ、ローマ帝国を築き上げたかを理解する上で重要な要素です。彼の生涯は、個人の力が歴史を動かす一例として、今なお多くの人々に語り継がれています。カエサルの影響力はその死後も続き、彼の名は今でも我々の言葉と文化の中に生き続けています。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。